こんにちは。今回は花のコースターの編み方を紹介します。全体の編み図です。今回はコットンニート S を6号のかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。ここから鎖編みを5目編みます。鎖編み5目を編んで、最初の鎖編みに引き抜き編みをします。輪ができました。糸を少し引き締めてください。この輪の中に1段目を編みます。1段目は鎖編み5目の輪の中に鎖編み3目、1目プラスして、次は長編みです。長編みの次は鎖編み、長編み、鎖編みと交互に編んで、全部で長編みを11回編みます。鎖編み1目を間に入れて、最初に編んだ鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをします。1段目の最初は鎖編みを4目編みます。次は長編みを編みます。輪の中に長編みを1目編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出します。糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて残りの2本を引き抜いて長編みを編みました。鎖編み3目と鎖編み1目で、次は長編み1目を編み、間に鎖編み1目を入れて輪の中にまた長編みを編みます。糸端を編み込みながら長編みを編みます。長編み1目を編み、次は間に入れる鎖編み1目を編みます。これが1段目の編み方です。長編み1目、鎖編み1目を編んで、全部で長編みを11回編みます。長編みを編んできました。少し編み目がきつくなりますから寄せながら編んでください。ここが最後の長編みです。11個目の長編みを編み、間に入れる鎖編み1目を編んで、次は引き抜き編みです。最初に鎖編み4目を編んだ3個目のところです。1、2、3。この3個目の鎖の目に引き抜き編みをします。3個目の鎖編みに針を入れて糸をかけて引き抜きます。これで1段目ができました。次の2段目はここから隣の鎖編みに細編みを編み、鎖編み3目、次の鎖編みのところに細編み、鎖編み3目を繰り返します。最後はここです。鎖編み3目を編み、細編みを編んだら、次は
最初に編んだ細編みのところに中長編みを編みます。次は2段目です。2段目は今引き抜いたところの次にある鎖編み1目のところから編み始めます。糸をかけて引き出して、糸をかけて2本の糸を引き抜いて細編みを編みました。次はここから鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、次は1段目の鎖編み1目のところです。次の鎖編み1目のところに細編みを1目。これが1段目の模様です。鎖編み3目を編んで、次の1段目の鎖編み1目のところに細編みです。この編み方を繰り返していきます。鎖編み3目。次は細編みです。これを繰り返して、ここまで編みます。ここが最後の細編みのところです。2段目の最後のところです。鎖編み3目を編んで、ここが最後の鎖編み1目のところに細編みを編みます。そして2段目の最後は鎖編み3目ではなく、少し変わった形で鎖編み1目と中長編みを編みます。鎖編み1目を編んで、次は2段目の最初の細編みの頭です。ここに中長編みを1目編みます。針に糸をかけて、最初の細編みの頭に針を入れ、糸をかけて、3本の糸を一度に引き抜いて中長編みを編みます。中長編みは鎖編み2目分ありますので、ここも鎖編み3目と同じような形になります。次は3段目です。今中長編みを編んだところから3段目の細編みを編み、次は鎖編み4目、鎖編み3目のところに細編み、鎖編み4目、細編みと続けて編んで、最後は鎖編み4目ではなくて、鎖編み1目を編みます。細編みを編んで鎖編み1目を編んだら、次は長編みです。長編みを編むことで、鎖編み1目と長編みで鎖編み4目と同じ大きさになります。ここから次は細編みを編みます。鎖編み3目のところに編んでいきますので、ここも鎖編み3目の中心のところと同じ形になりますから、針を入れて糸を引き出し、針に糸をかけて2本の糸を引き抜いて細編みとします。次はここから鎖編み4目を編みます。鎖編み4目を編んで、次の2段目の鎖編み3目のところに細編みを編みます。今回は鎖編み4目を編んでいきます。鎖編み4目を編んで、2段目の鎖編み3目に細編み、この模様を繰り返します。鎖編み4目、次は鎖編み3目のところに細編みです。3段目はこの模様を繰り返して、ここまで編んでいきます。次は
最後のところです。鎖編み4目を編んだら、鎖編み3目のところに細編みを編みます。そして次は、鎖編みと長編みを編みます。ここは中長編みでしたが、その中長編みの頭のところに編んでいきます。鎖編み1目を編んで、次は長編みです。長編みを編むのはここではなく、中長編みの頭のところです。糸をかけて、中長編みの頭のところに針を入れて、糸をかけて引き出し、2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜いて長編みを編みました。次の編み方を編み図で説明します。長編みを編んで終わったところに細編み、鎖編み5目、そしてここも細編み、鎖編み5目、細編みを編んでここまで編みます。そして最後は前の段と似たような形ですが、細編みのところに鎖編み2目、長編み1目を編みます。ここから次は細編みを編みます。細編みを1目編み、次は鎖編み4目ではなく鎖編み5目を編みます。鎖編み5目を編んで、前段の鎖編み4目のところに細編みです。今回は鎖編み5目を編んでいきます。次も鎖編み5目を編んで、鎖編み4目のところに細編みです。これを続けます。鎖編み5目、細編み、鎖編み4目のところに細編みです。この編み方を続けて編んできます。ここが最後のところです。細編みを編んだら、次は最初に編んだ細編みのところです。鎖編み2目を編んでから最初に細編みを編んだところです。ここが最初の細編みのところです。ここに長編みを1目編みます。これで4段目ができました。次の編み図はこのような編み図です。今、長編みを編んだところから細編みを編み、鎖編み3目を編んで、このスペースに長編みを4目編みます。次の鎖編み5目のところに細編みを編んで、鎖編み3目、そしてこのスペースに長編み4目です。この模様を繰り返して、最後は長編み4目を編んだら最初の細編みに引き抜き編みをして完成です。次もここから最初は細編みを編みます。細編みを1目編み、次は鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んだら、このスペースのところに長編みを4回編みます。
全部で長編み4目を編み入れます。もう一回長編みを編んで、これが模様になります。鎖編み3目、長編み4目です。この編み方を繰り返します。次は鎖編み5目のところに細編みを1目編み、そして同じ編み方を続けます。鎖編み3目、ここのスペースに長編み4目を編みます。鎖編み3目、長編み4目ができました。次の鎖編み5目のところに細編みです。この編み方を繰り返していきます。鎖編み3目、次は長編み4目、長編み4目を編んだら、次は鎖編み5目のところに細編みです。この編み方を繰り返してここまで編みます。ここが最後のところです。細編みを編んだら鎖編み3目を編んで、次はこのスペースに長編み4目を編みます。長編み4目を編み、最後は段の最初に細編みを編んだところです。細編みの頭2本拾ってここに引き抜き編みをします。糸をかけて引き抜きます。これですべての編み方は終わりました。次はとじ針で糸始末をしていきます。ある程度の長さをとって糸を切ります。ここから次に針を入れるのは今引き抜いたところのその次にある鎖の目の上の2本を拾います。上の2本に針を入れて糸を引き出し、次は今糸を出したところに戻します。ここが今糸を出してあるところです。ここに戻って少し糸を引いてください。形を整えて、あとは後ろの目立たないところに糸を通します。最初はすぐそばのところに一回糸を通して、あとは長編みの足の部分を通すときれいになると思います。長編みの足の部分に糸を通して、これで表側から編み地を見てきれいになっているようでしたら、あとは糸を切ってください。
こちらの糸は巻き込んでありますから、もうここで糸を切ります。花のコースターができました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。